どうも、びっくり集不採用でした。元ホームレスです。ホームレスアイドル。今回はびっくり集についてお話しします。びっくり集とは、まずこの雑誌のこと。それからこの雑誌を売る権利をホームレスにあげるシステムです。公式ページにはこうあります。びっくり集は市民が市民自身で仕事、働く場を作る試みです。2003年9月、質の高い雑誌を作り、ホームレスの人の独占販売事業とすることで、ホームレス問題の解決に挑戦しました。ホームレスの人のチャリティーではなく、仕事を提供し、自立を応援する事業です。びっくり集の原型は、1991年にロンドンで生まれました。だそうです。ホームレス時代、私もできますかって電話かけてみたんですよ。はい。そしたら、結果、不採用。でも、これはびっくり集事務局の優しさなんです。私が家族からのストーカー事件未解決で雇用される普通のお仕事ができないんですっていうことをお話ししたら、そしたら、それは安全が保証できないから路上で一人で販売するお仕事だからやめた方がいいですよって言われました。で、路上でやるんだから誰かが写真撮って SNS にアップするのかとかも止められないですし、それと電話した時ですが、東京のびっくり集販売者には女性は一人もいないということでした。だから余計目立つ。なんか大阪とかだとまた違うとか言ってたような気がしますけど、どうだったかな。びっくり集の販売者は割と普通のバイトと変わらないシフト制だそうです。何曜日の何時にどこを誰が担当するという風に割り当てて販売しています。よく見ると公式ページにそういう情報載ってるんですよね。誰がいつどこにいますっていう。いやー、やりたかったなー、びっくり集販売員。ちょっとまたびっくり集買いに行こうかなー。いや、迷惑じゃなければ販売員さんとか少しインタビュー的にお話とかさせていただきたかったんですけど、で、どうだろうと思ってびっくり集事務局に取材を申し込んだら、今忙しいので、と言われてそれ以来連絡がなく、やんわりとお断りされた気がします。X で販売員のポストを見ると、どうやら売れ行きがあまり良くないという厳しい現状があるようです。びっくり集では生活基盤を作れる状態までなかなかいかないと。つまり、みんながこのびっくり集を買ってあげればいいんですよ。東京都内の駅近くで売っていることが多いので、見かけたら、積極的に買ってください。この雑誌自体とても面白いです。毎回違うテーマでインタビューや特集をしていて、例えばこれ、私たち弱いロボットっていう特集が面白くって、アトムとかドラえもんのような強いロボットではないけれども、人に寄り添ったり、いろんな機能をするロボットを研究している人たちの話なんですよ。なんか愛嬌のあるゴミ箱ロボットとか、あと、握手をすると消毒液を出してくれるロボットとか、あとね、面白かったのが、ニュースをトークするロボットなんですけど、こう3人いて、3人がバラバラに、なんとかでね、なんとかでね、なんとかなんだ、みたいな感じで喋ってくれるらしいですよ。かわいい。こういういろんなロボットを研究してるところがあるんですね。まとめ。びっくり集販売員は赤い帽子が目印です。見かけたらみんな雑誌を買ってみようね。雑誌として読むのも普通に読んで面白いし、あと、この雑誌を買えば目の前の人がちょっとハッピーになるって思ったら、なんだか嬉しい気持ちになりますよ。最後まで見てくれてありがとう。See you next time! See ya!